ベイブレイどうもベイベーの開発中の神城と高坂だベイブレイベイブレード X とは超加速ギミックエクストリームダッシュによる驚異的なスピードと衝撃でエクストリームなバトルを繰り広げるギアスポーツ。はい、今回このレオンクロー、はいスターター商品となっております。ワインダーランチャーの新しいニューカラーバージョンがついてるようなんですね。そうなんですよ。なのでこれさえ買えばもうすぐにベイベード回すことができるとなるほど。いうような形になってます。白に金でめちゃめちゃ高貴ゴージャスなね感じがしますよね。これで新しいカラーのねワインダーランチャーが登場ということで、ぜひねシュートしていただきたいな、回したくなっちゃいますね。はい、思います。はい。そしてじゃあ次ベイベード行ってみましょう。こちらがレオンクロー 560p です。全部聞いたことない新しいパーツってことですかこれもしかして。全パーツ新規パーツになってます。これがうわ気になっちゃいますね。レオンクローはバランスタイプのバランスタイプ。ベイブレードということでね、はいもうバランスタイプらしいもう性能満載のベイなんで、ぜひね注目していただきたいと思います。気になる細かいパーツそれぞれね見ていきましょまずは、はい皆さんがいっちゃん気になってるだろうラチェットいってみたいと思います。こちら560とう。5新しいですということでね。刃の数が5枚刃になっております。これ新しいんじゃないですか。今まで3、4ありましたけれども、はい今回5ということで、このようにね5枚の刃で攻撃できるようなラチェットになっております。じゃあこの5枚っていうところでどんな他に特徴があるんですか。これ横からね見ていただきたいんですけれども、こちらこのラチェットリングの部分、今までのラチェットと比べると分厚くはいはい設計されてるんですね。この外側部分が分厚くなってるんで、はい。より遠心力が強まるね設計になってるんですね。じゃあもう長く回るのをサポートしてくれるようなそうです。そういうラチェットになってね。そしてね高さも60なので、はいこれ低く設計されてます。で低いから下からの攻撃をサポートしたり重心をね下に下げるっていうのをサポートしていくようなラチェットになってるよっていうことですね、はい色もこのラチェットリングとラチェットベースが両方とも黒系でそういやまとまりがあってもめちゃめちゃかっこいいですよね。いやもう使いたくなっちゃいますね。それでは次に皆さんがいっちゃん気になってるだろうビットいってみたいと思います。はいこちら P ビット、はい P はポイントということでポインポイントビットバランスタイプのビットとなっております。ポイント点ってことですね。そうですどこが点なのか、はい軸先見てください。こちら見えますか。この軸先の先端に突起がついてるの分かりますかね。こちら周り全体は平らですけど真ん中だけピョコンとねピョコンと真ん中にポツンとね突起があり、この突起が非常に重要な役割をね担ってるんです。非常にどんな役割があるんですか、教えてくださいよ。このね突起があることによって、はいシュートの仕方でベイの動きを変えることができるというね、シュートのそんな素晴らしい機能を持っております。このねベイがはいどんな動きをね実際にするのか、これねシュート見ていただいた方が分かりやすいと思うんで、では実際にやっていきましょう。まずですねこのようにスタジアムの中央に水平にシュートするとですね、はい先ほど紹介したこの突起の部分がスタジアムにこう点で触れるような形になります。はいなのでこのようにですねスタジアムの中央にとどまるような動きになるんですね。でこれ真ん中で相手をドシッと待ち構えて守るディフェンサイブみたいな動きをするよっていうことですね。そうこれピターッとこう止まって静的な動きになります。さあそして今度はですねスタジアムの外側にシュートしてみたいと思います。はいすると今度はこの突起ではなく周りの平らな部分でスタジアムに触れることになるんで、このようにスタジアムにこうガシガシ動き回るような動きになるんですね。で今度はアタックタイムみたいに相手に攻撃を仕掛けていくっていう動きになるよっていうことですね。そうなんです。このように2つ見比べていただくと分かると思うんですけども、全然ね違う動きをこの1つのベイでできるということになっております。例えば相手が攻撃をね仕掛けてくるようなベイを使ってたら自分は真ん中で守ったり、そうそうそう。逆に相手が真ん中で守ってたら自分は攻撃的な動きで相手を弾き飛ばすみたいな、相手に合わせて戦略を変えられるビットになっちゃってるよっていうことです。そうなんですよ。ぜひこれ使いこなしていただきいたいなと。や使いこなしてほしいですね皆さんにね。思いますはいさあそれでは最後にブレードいってみたいと思います。はいこちらレオンクローとはいいうわけで、黒爪ですね。爪ですね。なるほど。ライオンの爪をはい
モチーフにデザインをね、こう、ブレードに入れ込んでるわけでございます。何タイプのブレードなんですか？これバランスタイプのバランスタイプブレードになってます。こちらどうですか、高坂さん。爪をね、ライオンの爪を落とし込んだこのデザインめちゃめちゃかっこいいのと、この黒と金のカラーリングもマッチしてて非常にかっこいい。いや、いいですよね。そしてこちらね、5枚刃のブレードとはい、なっありてま。ますすね。はい。ブレードの機能もバランスタイプらしきはい機能を搭載しております。ではこの5枚刃の、この爪のようなね、デザインが施されたところを見てください、ここ。もういかにもなんかゴツゴツしてここで攻撃しますよっていうようなそうなんです形してますけれどもね。ここの部分に当たると相手をめちゃめちゃ攻撃できるというようなアタックポイントになっております。なので、ベイがね、こう傾いた時とかはいはいに相手にめちゃめちゃダメージを与えられるような、そんなね、構造になってるんですね。じゃあもうあえて最初から斜めに打ったりすると攻撃的に相手攻めていけるような相手にこう斜めでぶつかってこの爪の部分で攻撃仕掛けていくような、はいはい、そんなね戦略とかもね取れたりするわけですね。そして今度はねブレード側面から見ていただきたいんですけども、はい、先ほどの爪のデザインが施されていた部分のこの側面、ここがですね細かい凹凸がありまして、はい、この細かい凹凸によって相手の攻撃がね分散して守るような、そんな戦い方ができるような構造になっております。側面のね防御場が当たるとこの守る、いなして守るっていうことは水平にするとよりその性能を発揮しやすいっていうことなんですかね。そういうことなんです。なのでこの攻撃的な性能と防御的な性能2つ合わせ持ったブレードということになっております。さあそしてこの3つのパーツを組み合わせてできるのがレオンクロー 560P ということになっております。いやもうシュートの仕方でベイの動きとか当たる位置を変えられるんで、もうランチャーも一緒についてますから、はい、もうシュートの仕方とか使い分けをねマスターして相手を見て有利な戦い方でバトルしていただきたいなと思います。さあということで、はい、ここまで来たらバトルいきましょう。バトルスタート。さあそれではレオンクローを使っていきたいと思います。じゃあヘルズサイズでバランス対決でいきましょう。いくぞ。3、2、1、ゴーシュー。さあレオンクロー中央に打って真ん中で待ち構える。ヘルズサイズもうねこのままスマッシュバーで傾かせていきます。さあレオンクロー側面で相手の攻撃分散し守りきる。いいぞ守ってる守ってる。ヘルワーマジか。ラズネットが当たって決まりました。いくぞ。3、2、1、ゴーシュー。さあ今度端っこに打って果敢に暴れ回るレオンクロー。ヘルズサイズそれをね避けていきますよ。テーパービットで。マジかよ。フィニッシュ。マジか。さあレオンクローうまいこと体勢が斜めになって攻撃ポイントが当たってクットリングフィニッシュ決めれた。いやーどうですかこれ。もう1戦目と2戦目で動きが全然違って、もう僕の戦略が完全にもう読まれてますね。結構やっぱねシュートテクニックやっぱ必要ですね。皆さんぜひねこう練習して、はい、2つの動きマスターしちゃってください。それでは次回もお楽しみに。3、2、1、ゴーシュー。バイバーイ。